ハイエナ氏5月22日のエンドフィールド先行予告番組で、新たな工業形態である機体の導入や測定とかの生産プロセスの簡略化が発表されました。で、X の反響として、特に無料エリア以降の工業が複雑であることを指して簡略化ナイスって言ってる人とか、片や大型化学反応炉の自動処理機能の追加に対してできない人におもねる動き失望したとか、工業の複雑さに対して不安言ってる人なんでエンドフィールドやってんのとか、いろんな声が上がってトレンド化。私ももともとブリオに入ってぐっとややこしさを感じていた中で、予告配信でこんな早く液体から次の機体が出てくるとは思わず結構びっくりしたんですけど、ただ国内 MMORPG のファイナルファンタジー14で複雑化と簡略化が行き来するっていう意味では、4年間ずっと似た話題と付き合ってきたのもあり、運営の今回の方針やん1個だけちょっとあれだけどって思った派なので、皆さんにも事例紹介&自分の意見の雑談をします。早速本編どうぞ。まずは14で実際にあったジョブ簡略化問題をご紹介した後、エンドフィールドに当て込んで考えます。これが一体何かを話す前に14のシステムの紹介なんですけど、よくあるソシャゲだとバージョンアップ都度新キャラがバンバン投入されていって既存キャラの使用に手が入ることって基本ないかと思います。一方で MMORPG である14はジョブチェンジ制度を設けていて、バージョンアップ都度少数ながらジョブの追加はあるものの、ジョブの数についてはバージョンまたいでおおむね固定。ただしメジャーバージョンアップがあるたびにジョブのレベルキャップが解放されて、最初レベル50上限だったのがメジャーバージョンアップ都度レベル10ずつ上限が増えて、今はレベル100まで上限が上がっています。当然ジョブのレベルが上がるたびに使えるスキルも増えていって、例えば A 小職である車同士であればレベル50の時点で使えるアクションスキルは17個で、レベル100の時点では倍の34個です。当然そのスキル回しについても高レベル帯になるにつれて徐々に複雑化していく仕様になっています。で、スキル回しなんて火力を出すという側面で超絶ウルトラ重要な要素であるにもかかわらず、少なくとも私がプレイしている4年間において14公式の方では堅くなにスキル回しの情報を提示しません。理論上の最適な回しはおろか、黒同士はざっくりこういう回しがありますよすら絶対提示しない。提示するのは各スキルの効果情報だけで、それを見てお前がどう回すか考えろっていうスタンスを貫いています。なのでプレイヤーがスキル回しを勉強するときはゲーム攻略メディアに頼るのが一般的です。とはいえ高レベル帯になるにつれて回しが複雑化していく言うたって、新規黒同士プレイヤーは当然レベル1からゲームを始めてレベリングするので、レベリング中に少しずつスキルが解放される都合上、最初から34個使ったスキル回しを強いられるわけではありません。なので私の完成ベースの話になりますが、ちゃんと意欲のある人が段階踏んで理解していく努力をすれば、気がついたらレベル100時点のスキル回しもできている状態になるはずです。なんですけど、このスキル回し、運営の手によって定期的に簡略化させられます。具体的にはレベルキャップ解放の流れとは全然関係ないところで、ある日スキルそのものが急に廃止されたり、スキルはなくならないんだけど効果がよりシンプルになったりで、それによって必然プレイヤーサイドで育んでいるスキル回しも見直さざるを得なくなるっていう感じです。4年前私は黒同士をレベル上限が90の時から使っていて、名前なんかどうでもいいんですけど、その時に存在していたダブルトランス回しというテクイ回しが好きでした。通常のスキル回しよりはちょっと難しいんだけど、一回体得するとその分攻撃中も移動しやすくなって、かつトータルの火力もちょっとだけ高いっていう回しです。なんですけど、レベル100のキャップが解放される前に定期的にやってくるスキル簡略化の波に飲まれて、今は使えなくなっています。当時は納得いかなかったんですよね。せっかく練習してこの回しが使えるようになったのに、少なくとも自分含めて周囲の既存プレイヤーは黒同士のスキルややこしすぎなんて一言も文句言ってなかったのに、なんで簡略すんねんって。さっき言った通り初心者からしても別にレベル1からダブルトランス回しと向き合わなきゃいけないわけじゃなくて、段階的にスキル解放されるんだから徐々にステップアップできる環境にもうなっているにもかかわらず、でスキルの簡略化にはもう一つ弊害があって、簡略化すると各ジョブのスキル回しが確一化していって、結果としてジョブごとの使い心地に差がなくなってくるんですよね。もともと車同士であれば同じ魔法職の召喚士と比べて立ち止まって詠唱しなきゃいけない機会が多くて、だからこそその戦闘コンテンツにおいてどのあたりで立ち止まって詠唱して火力を出すか、どのあたりでは移動に専念するかって考えなきゃいけないのが醍醐味だったのに、スキルの簡略化によって移動性能も上がっちゃったからめちゃくちゃ動けるやん車同士、詠唱職とはみたいな状況に今なっている。というわけで初心者でも徐々にスキルやスキル回しを得得するようなレベルデザインが確立されている中で、わざわざその階段の一番上にある複雑さを定期的に削らんでもええやんけっていうのが当時の私ので14コミュニティでもしばしば不満に上がるトピックでした。なんですけど4年間ずーっとちょいちょい話題に上がるにもかかわらず、全体の傾向としては緩やかに簡略化の方向で調整がなされ続けています。簡略化っていうかレベルキャップの解放によって最前線走ってる人目線でスキルが
が拡充される分、全体の複雑さについては下方調整がかかるっていう感じです。じゃあなんでそんな調整がなされるのかっていうと、既存プレイヤーからそういう不満が出るのは運営も承知してないわけないんでしょうけど、一方で14は稼働して14年目を迎えるので、新規プレイヤーから見た時になんか車同士ややこしそうって拒絶反応が出ないようにするためにも、定期的に簡略化が必要と判断しているのだと推測します。で、結果これが14のプレイヤー人口の増加維持に功を奏しているのかはわかんないです。なぜなら簡略化によって脱落せずに済んだ人数とか定量情報を抑えてるわけじゃないんで。ただ既存コミュニティにしばしばそういう不満の声が出るにもかかわらず、4年間緩やかにそういう方向感なのは、運営がその方針に一定の手応えを感じているからなんだろうなと捉えているのと、新規プレイヤーの方が簡略化後ですらスキル多くて理解するのが大変でって言ってるのをちょいちょい耳にするので、やっぱ私は知らずのうちに慣れてる人目線になっちゃってんだろうなと思わされる時はあります。以上が14のジョブ簡略化問題です。で、多分もうなんとなく言いたいこと伝わっちゃってる気がするんですが、こっからエンドフィールドの話。以前こっちの感想動画でお話しした通り、エンドフィールドの特に修正工業システムってチュートリアルがめちゃくちゃよくできてるって思っていて、まず携帯式最高機で手動で鉱石取ろう。でもいちいち強薬コアに鉱石運ぶのだるいよね。そこで電動最高機なら勝手に転送されるんですよ。じゃあ次は精錬炉で結晶外角作ってみよう。精錬炉に鉱石手動で入れるのだるいよね。そこでベルトコンベアですよ。じゃあ全自動で作れるようになったところでインプット1種類増やしてみようか。みたく修正工業ってならないようにかなり注意して設計しているように感じます。だから今ブリオの最終図面だけ見ると一見ってなるけど、プレイヤーが最初から意欲を持って階段登ろうとすれば、例えば1段80センチとか無茶な落差の階段にはなっていないので、段数は多いかもしれないけど登りきれるんじゃないかなっていう印象です。なんですけど、だとしても今からエンドフィールド始めるっていう人からすれば階段の段数ってなって尻込んじゃう人も多いんじゃないかなとは想像します。多いかは知らんけど、でも少なくとも4号ヤチで大容量ヤチバッテリー作ってた頃と比べるとってなる人が増えてくるっていうのは間違いないですよね。より複雑になってるし。だから運営としては渦中でリアルタイムで次は重速上か、次は機体かって味わってる私も満足させつつ、一方で修正工業システムっていう箱庭を全く知らん外部の人、あるいはプレイ中なんだけど複雑化していく工業にちょっとってなりつつある人に、今工業がどういう風に映っているのかっていうのも横目で見て、システム全体の複雑度合いをコントロールしなきゃいけない状況かと思います。で、ようやく冒頭の話の回収になるんですが、私が今回運営ナイスって思ったのは、機体の追加っていう無知だけじゃなくて、反応炉の生産停止時の自動処理機能なり測定作成の簡易化っていう雨だけでもなくて、雨無知セットで対応するバランス感覚を持っているのがいいなって思いました。もちろんすでに反応炉の取り扱いを得得してる人とか、測定の生産ライン作っちゃってる人からすれば、俺はそこ含めて勉強したり楽しんだのにって思うかもしれませんけど、で、その気持ちってダブルトランス回しを潰された私も共感できるんですけど、そういう工業を楽しめてるプレイヤーに向けて目の前に階段を増設するっていう取り組みに加えて、後から駆け上がる人のために後ろの階段の段数をキュッて縮めるっていうことはセットでやった方がエンドフィールドの人口を最大化するっていう面においてはいいのかなと思いました。一応誤解のないようにお話しするんですが、私は飴とムチを両方使うバランス感覚やんって思ってるだけで、今回の飴とムチの各量がエンドフィールドにとって私的なのかは分かりません。個人的には修正工業以外のコンテンツがまだそこまで充実していない中で、修正工業だけもう液体に続いて機体出すのか飛ばすなーって思ってるよりではあります。とはいえ早く次の階段よこせよって手ぐすね引いてる工業ガチ勢の人数と、逆にブリを入って工業ってなりつつある側の人数を定量的に把握してるわけじゃなく、でそんな中で飴とムチの量が私的かとかプレイヤー同士で議論しようにも、自分の感想をぶつけるだけになって空中戦で終わるはずなので、動画タイトルの修正工業システムは複雑すぎるのかについてはわかんね。各々が自分はこう思うっていうのを言って、あとはその意見を集約して運営が判断してくれりゃいいんじゃねって思ってます。ただ少なくとも目の前に階段を増やす、後ろの階段を減らすっていう両輪を回すこと自体は14の事例を見るに適切なんじゃないかなと思いました。ただ現時点で1個だけ私も不満というか改善要望というか、図面コピーもうちょい拡充した方がとは思います。これは公式が提供するシステム図面を増やせっていう話ではないです。結構 X とかだとシステム図面渋んなよって意見あるんですけど、14で堅くなに運営がスキル回しを紹介しないのと同じで、運営主導の図面出し渋るのって理解できるんですよね。どうしてもそれが正解扱いされてプレイヤーが試行錯誤する意欲を削ぐから、いやとりあえずシステム図面用意して工業したいやつはそれを見ずにやればいいし、工業だるい勢だけそれを見ればいい話やんけっていう人いるかもしれませんけど、そんな人間気持ちよく頭切り替えられるかなって思っちゃいます。脱出ゲームとかで詰まったらこれ見てねっていう冊子がデカデカと机の上に置かれてほしくないのと同じ感覚です。だから工業したい勢だるい勢が共存するためにも、工業だるい勢向けには公式がシステム図面を充実化させるのではなくて、ゲームの外にいるコミュニティの修正工業ガチ勢が提供する図面をサクッとパクれるようにするっていう方向感で改善するのがバランスがいいと私は思います。とい
いう前提に立った時になんでパイプ含めてパクれねえんだよっていうのが私は今ちょっと不満です。私も4号家賃の時はこの動画を出すぐらい自力で考えて講義をすることに 100% 楽しさを覚えていた勢なんですけど、4号家賃である程度楽しんだ感覚もあって、一応無料でも一旦ノーヒントでうじゃうじゃ考えてるんですけど、時間を区切ってよし答え見ようっつって先人の図面パクってます。で、もう図面パクろって思った時ってパクり切った後に、あ、なるほど、こういう組み合わせにすれば自分で考えてた時よりも小スペース化するなーって気づきを得る面白さはあるんですけど、図面をもとに配置を再現する過程とかはもうただの作業なんで秒で終わってほしいんですね。とした時に水辺の近くに転輸航路を置くとかパイプで繋ぐっていうあそこ虚無なんで、そこ含めてパクらせてくんねえかなと思います。念押しするんですけど、転輸航路を置くとかパイプで繋ぐ行為全体が虚無だって言ってるわけではないです。私4号家賃で有線で電気通していく行為、なんか未開の地の探索をしてる感あって好きなので、ただ人の図面パークロってひとたび思った人への機能としては、中世工業エリア外の装置の設置なり各種接続なりもまとめてパクれるようにした方がいいんじゃないかなと思いました。なんかここについてはどこまで要素を単純化するかっていう塩梅を探らなきゃいけないような論点っていうよりは、シンプルに不便だから解消した方がよくねっていう感覚です。まあパクるにしてもパイプぐらい自分で繋げやって言われたらもう言い返せないけど、でも4号家賃ではワンボタンでできていたところ無料でできなくなるっていうのはなんか設計思想としてちぐはぐなんじゃないかなとも思ったのでご紹介しました。あとはこっちの動画で話したことの繰り返しなんですが、やっぱメインクエにおける修正工業の立ち位置の無理やり詰め込まれてる感というか、ルアン倒したルアン無料工業2解放修正工業始めようここでみたいな、完全にストーリーから工業を独立させるか、もし組み込むにしてももう少しぶつ切り感ない感じで組み込めないのかな。この要素で工業にヘイトが向けられるのはもったいないなと感じます。余談でした。以上まとめると、今の修正工業システムは複雑すぎるのかわかんない。それを適切に判断できるのは定量データを持っている運営しかいないから、プレイヤーとしては自分の感性に基づいて自分にとってどう思うかっていう目線で言うしかない。でも少なくともここからの部分の複雑化とこれまでの部分の簡略化っていうのを両輪で回すっていう今回の方針については14の事例も踏まえると私はいいなって思ったし、両方の感覚がある運営なら今後もいい感じに調整してくれるんじゃないの。ただ複雑化簡略化の話とは別に UI 面でブリューに入ってからの図面コピーのところ片手落ち感あるからもうちょっと頑張ってほしい。こんな感じになります。私はエンドフィールドはシナリオ、バトル、工業のうち工業が一番好きで、原神ライクの 3D ソシャゲっていう万人受けしそうな要素に工業っていうニッチな要素を混ぜて工業のおもろさを知るきっかけをくれたことに感謝はしてるんですが、万人受け要素にニッチ要素をぶっ込んだ弊害で、各々の工業の習熟度や興味に応じて工業は複雑すぎるだ、そういう甘えた人の声なんか聞く必要はないだ、プレイヤー間で圧力起きるのはそりゃそうだよなって思ってました。工業嫌な人はそもそもエンドフィールドやるななんていう強い言葉も見受けますが、あんまそうやって壁を作るよりは工業好きな人はその場その場で歯応えを感じつつ、アークナイツの世界観や戦闘目当ての人も工業をやり過ごせる設計を探った方がエンドフィールドの人口も増えるしいいんじゃないかなと思って動画化しました。修正工業複雑すぎると思いますか？どのあたりは面白くてどのあたりはだるいですか？ぜひコメントください。今後もエンドフィールドの気になったトピック軽率に上げていきますので、よろしければチャンネル登録高評価お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒おつげなし。